ボンジュール、メロディーです。今日はウィーンからこれからパリに向かいます。初めてのパリです。朝6時半搭乗の飛行機なので、今朝の4時台です。めちゃくちゃ眠い、1時間も寝られてないくらいです。昨日の夜中にパッキング始めちゃったんで、では今から空港に向かいます。最近は朝早い便の時は向かってる途中おにぎりを食べます。はい。1泊目のホテルに着きました。ここの部屋からはエッフェル塔が見れるテラスがついているお部屋にしました。今はまだチェックインの時間には早いので、とりあえず荷物を預けます。ボリュームが素晴らしい。初めてのビーフブルギニョンとマッシュポテト、ラタトゥーイとおいしい。やば。幸せ幸せ。本当にもうめっちゃ美味しそう。これはストロベリースープだって。うわすごいな。いや、えぐいえぐいえぐい。うますぎてもう死んでしまう。本当にフォンダンショコラ人生で食べた中でも一番美味しいフォンダンショコラで、えぐいと死ぬっていう言葉しか出てこないぐらいの食べ物初めて食べた。もうマジでデザートに殺されかけたんだけど今日ねあれ殺人兵器じゃない？ほんまに。いや死にかけた。今日は私フォンダンショコラに殺されかけました。ほんまに美味しかった。しかもお腹いっぱいなのにもかかわらずあれぐらい美味しかったので、なんかお腹空いてて食べたらどれくらい美味しかったんだろう。私ウィーンのスイーツってめっちゃ美味しいと思ってたんだけど、なんかフランスのスイーツってもう異次元。フランスのスイーツ次元が違う。本当にマジで美味しかった。なんかいちごのスープになんかクリームがいっぱい乗ってるのもさっぱりしててめっちゃ軽やかで美味しかったし、いやちょっとこの旅行はもうちょっとスイーツをいっぱい食べなきゃな。うん。おー、エッフェル塔が見える。お菓子もついていました。後で開けてみよう。ものすごくいい感じのスリッパ。ここにももう一個同じようにエッフェル塔が見えるバルコニーがついています。とても綺麗なお風呂付きです。めちゃくちゃ綺麗。狭いっちゃ狭いけど深さはあるね。洗面台周りもとっても綺麗。
わー、嬉しい。チョコレートが6つも入ってるわ。10年前10年前ぐらいにパリ来たことあるんでしょ、大学の時、卒業旅行で。でも治安悪かったんでしょ。悪かったよね。ミサンガルとかいっぱいいたし、でも女性でさ、普通に歩いてるよね、このエッフェル塔の近くで一人いやびっで。くりした。考えられない、友達釣られたもん。私は全く治安の悪さを感じていない、ここ来てから。まあ、ウィーンよりは若干って感じかな。でも変わったわね。でもまだ一回も声かけられてないしね。昔なんて中村女桃太郎桃太郎ってそこからどうやって会話広げるんだ変わったんだね。綺麗だね。エッフェル塔の真ん前まで来たんですけど、やっぱり全然怖くないよね。あー、ピカピカ見たかったな。ピカピカ次の1時間に1回しかやらないんだ。めっちゃ人多い、この夜の10時でも。せっかくなのでちょっと今から登ってみます。油断したらあかんで。ここにはさすがにちょっと売り物とか声かけてくる人いないけど、さっきね、目の前のところは結構話しかけられたね。そうだね。やっぱいるんだもん。なんかエッフェル塔のピカピカしてるのを売りつけようとしてくる人いるけど、でもここもね、油断したらあかん。片方が撮影してる間はもう片方は撮影せずにちょっと周りを見て。あー、すごいすごい。わー、1人23ユーロ。ここはエッフェル塔の2階にあたるところです。セーヌ川が見えますね。クルージングやっています。本当パリって大きな街ですね。すごい広いね。これからホテルに割と近いこちらのカフェで少し飲んでから帰ろうと思います。こういうパリっぽい雰囲気満載のカフェに入ってみたかったんだよね。初めてのパリ、本当におしゃれで、スイーツがとにかく美味しすぎる。幸せ。いやー、フランスのワインもすごく美味しい。ほんのり甘いんですけど、フルーティーで飲みやすい。エッフェル塔の前は本当に治安が悪いって聞いてて、スリがいっぱいいるから、だからなんかエッフェル塔が見えるホテルの部屋にしたんですけど、確かになんかめっちゃこれ買わないって声かけられるけど、もうガン無視して逃げたら全然大丈夫。ウィーンの方がなんか結構花売りの人がいて、手とか空いてる状態だとなんか本当にもう手の中にバラの1本のバラをキュッて入れて、もしそれを取ってしまうとお金払わないといけないので、あんまりパリはまだ見かけないが、いると思うけど見かけないけど、なんかすごくね、快適な洗練された駅。
は朝ごはん食べます。今日はチェックアウトギリギリまでいて、でその後に車を借りてムンサンミッシェルまで行ってきます。もう具だくさん、チーズが本当にたっぷり入ってる。今からモンサンミッシェルに行くけど、車でどうですか、運転いける？緊張で手が震える。私は免許は取ってないんですけど、運転免許を取るほどのお金もなかったからさ。日本でもそうだと思うけど、友達に聞いたらウィーンでもなんか年々運転免許の保有率が低下してるんだって。あ、そうなの？ウィーンもすごい交通機関発達してるし、ヨーロッパでね、なんか街を観光してたらほぼほぼいらないもんね。なんかモンサンミッシェルも一応車じゃなくてバスと電車、あとツアーで行けたりするんですけど、私たちは車で行って、で帰りにモネの家っていうモンサンミシェルの途中の道にあるけど、パリから1時間車で1時間ぐらいかかるところ、モネが睡蓮を描いたと言われているところに来たかったので、じゃあそれだったらもう国際免許取ったからね、ウィーンでもたまに運転してるもんね。私のウィーンの友達も運転免許取ってないって言ってた。私もう1年アメリカにいたら取るつもりだったんよ。15歳までいたのでアメリカに。16歳の時に取って子供たちの送り迎えやってなって言われてたから、あともう1年いたら取るところだったんだけど、あとアメリカめっちゃ安いしね。日本高すぎ。ウィーンで運転ってどんな感じ？ウィーンの人は普段は親切にしてくれる、運転になるとなんか性格が変わる、ちょっと信号が青になってたのにムカついてたりしたらめっちゃクラクション鳴らされて、怖っ。よく交通事故あるよね、道の。会社の目の前もね、よく車が破壊された車が怖すぎる。エッフェル塔を見ながら朝ごはん食べるとか、パリっぽい、マジで。パリだね。最高。This is what we do in Paris. Wake up in the morning and just gaze at the Eiffel Tower from your hotel room. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love beyond roses. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond roses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses